皆様ごきげんよう。今回は音楽制作を一味変えるアイデアをお届けします。オーディオ素材をリメイクし、新しい音楽の可能性を広げる方法を実例を交えて紹介します。ミディカや簡単な音の足し方、複雑な曲をアレンジするコツまで一緒に探っていきましょう。さあ、素材から生み出す本当の音楽創作の世界へ踏み出しましょう。それでは早速参りましょう。一つ目は音を足していく例です。まずは素材を聞いてみましょう。はい、こんな感じの楽曲でしたが、ここから魅力を引き出す方法を見ていきましょう。どうなったでしょうか？できたものを聞いてみましょう。はい。ちょっとした音を足してみると、少し明るく、はっきりした印象になりましたね。初心者の方は、まずはこのような簡単アレンジから練習、音を足すことから始めてみましょう。ちなみにこの状態のエフェクトですが、素材にはイコライザー処理、ピアノはイコライザーとコンプレッサー、ディレイ、リバーブ。外部音源のシンセベルとシンセリードは、そちらでディレイとリバーブをかけてあります。作り足した部分も個別に聞いてみましょう。シンセベルから。そしてピアノ。シンセリード。
もちろんエフェクトは自由にかけて OK です。大事なのは素材になじませることですね。それでは2つ目の例です。ピアノソロの楽曲です。素材から聴いてみましょう。少しこもった印象がありますが、ミディ化をすることで音色や空間の自由な調整が可能になります。それでは完成版を聞いてみましょう。仕上がったものは少しカジュアルなピアノ演奏感です。ピアノソロでは人間が弾いている風に近づける工夫が重要ですね。こうした調整ができると初心者の方でも新しい世界が広がります。今回はオーディオレイトリーグランドピアノ音源を使用しています。ピアノ自体の音質がリアルなので、搭載されているリバーブやコーラスといったエフェクトだけでも空間感をしっかり演出できます。ぜひ自分のトラックでもいろいろなセッティングを試してみてください。続いて3つ目の例はローファイ楽曲のミディ化。ローファイはフィルターのかかった音やわざと不完全さを生かした音楽が特徴ですよね。まずは素材を聞いてみましょう。それでは完成版を聞いてみましょう。素材の半分が繰り返し部分ですので、今回はワンパート分だけミディ化してみました。
ローファイ楽曲はシンプルな構成が多いので、どこを目立たせ、どこをなじませるかが鍵です。特にベースラインとリズムの調整で曲全体の印象が大きく変わりますね。初心者の方にもこうした作業は比較的取り組みやすいので、ぜひ挑戦してみてください。それでは4つ目の例です。さあ、厄介なのが来ましたよ。EDM のミディカとアレンジです。素材のミディカは終えた状態ですが、いろいろと作っている最中です。まず、素材を聞いてみましょう。はい、はっきり聞こえる部分もありますが、結構複雑化している楽曲です。素材の分離したものも一つずつ聞いてみましょう。まずはリズムから。続いて、素材のベース部分。そして、残りの音の素材。それでは、一通りミディにしたものを聞いてみましょう。はい、いかがでしたか？このようにミディ化することで、各パートをトラックごとに分けて扱えるようになります。これにより、音色ごとに明確な定義と質感を持たせることができ、素材のような混ざりすぎて曖昧な印象が解消されます。あとは気になるところは、素材の冒頭が唐突なので、リバース音とワンショットでアレンジ。ちょっと聞いてみましょう。唐突スタートもありですが、ワンクッションある方が良さそうですね。またはちょっとしたイントロを作り、これにつなげるのも良いかも。その他のミディ化したトラックも聞いてみましょう。
慣れてくると音の世界がどんどん広がっていきます。大変だけど、それを楽しめるようになるともう立派な音楽職人です。ちなみにオーディオ素材をミディ化する際には元の BPM を把握しておくことがとっても大事です。 BPM の測定方法がわからない方のために無料で使える BPM 測定サイトも事前に動画で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。そして今回使用したニューラルノートの使い方についても別の動画で詳しく解説しています。もっと深く知りたい方はそちらもぜひチェックしてみてください。以上4つの例を通して素材とミディ化、アレンジ後の比較をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも参考になるアドバイスやヒントになっていれば嬉しいです。今回の動画が皆さんのささやかながらの技術力向上につながればと思います。さて、著作権についても少し触れておきましょう。1つ目の例はややグレーかもしれません。各国の著作権法や DSP のポリシーによっては使用された音色の割合や楽曲全体の創作度によって権利が付与されない場合があります。一方で例2から4のように素材を参考にしながらゼロから再構築したパターンでは著作権的にもあなたの創作として扱われる可能性が高くなります。実際に表現した人に権利が発生するという理屈ですね。またスノやユーディオなどの生成曲を素材にする場合は何かに似ていないかなどを確認する必要があります。とはいえ現実的には完全な確認は難しいため、学習元がクリーンな生成 AI を使うのが安全でしょう。そして今回の動画のようにミディ化することで各パートを個別に扱えるようになり、 EQ やコンプ、リバーブなどのエフェクト処理を音色ごとに最適化できます。結果として音の輪郭が明瞭になり、ミックス全体のバランスも整いやすくなります。この点において現時点の音楽生成 AI ではプロンプトで EQ やコンプの細かな設定までは指示できません。つまり音作りの領域はまだ人間の耳と手が必要ということなんですね。だからこそ AI 生成素材をミディ化して自分の手で仕上げることは生成曲との差別化にもなり、創作としての価値を高めることにつながります。細部まで調整されたミディの音はプロの耳には一長両然です。 AI 生成の素材とは違い、音の質感や構成力に人の手が感じられるんです。もしわからないことがあれば最低限の基本的な曲作りしかわからない私でありますが、コメントしていただければと思います。何でもは知らないわよ、知ってることだけ。そんなところで今回はここまで。少しでも参考になったら高評価やチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。